皆さんこんにちは。のらんの手芸部です。ちょっと今急に動画を回し始めたんですけれども、ですね、こちら前回作ったワンピースなんですけれども、型紙本ではこの上にエプロンをつけて、さらにフードもつけてるんですけれども、エプロンに合う白系の無地の布を今探してるんですね。で、あったんですよ。あった記憶はあるんです。なんですけど、それをどこにしまったかなって思って今探し始めたら、完全に沼に陥ってしまいました。もうね、布整理が始まっちゃったんですね。ちょっと確かに最近完全に布を把握しきれてなかったっていうのと、またちょっとここ最近冬物系のものをね買ったりして管理が行き届いていなかったので、ちょっと今回はまず布をしっかりと整理していきたいと思います。はい、だいたいねあれから整理をいっぱいしまして終わったと思います。で、一応今回は布地の種類と柄で多少分類しました。ですね、まずここが、多分こういうチェックとかストライプとか、無地も入ってるんですけれども、いわゆる普通のよくあるパターンのライン系が多いですけど、こういう布を入れました。で、こっちはね、コットン小林さんの布がほとんどだと思います。コットン小林さんすごく好きなので、見かけるトナー買ってこんなに溜まったっていう感じですね。この辺はおいおい使ってきます。で、こちらはもともと前回のリカちゃんの服を作った時もご紹介したと思うんですけど、端切れを見つけると買って溜まってっていう感じで、買ってった布たちですね。自分で買ってカットしたものも一部入ってると思います。で、こちらも普通に自分で買ったもので、コットン小林さんじゃないものがまとめてあります。ちょっとだけニット入ってますけどね。で、こちらがローンです。薄い系の布ばっかりをまとめてあります。柄が多いですけれども、一応白とか無地のものも一部入ってます。この辺はよく使いますね。で、こちらは全部無地ですけれども、ガーゼ地とこっちはローンの生地です。ガーゼね、一時期すごくハマっててよく作ってたので、またガーゼでお洋服作りたいなというふうに思います。で、こちらですね、こちらちょっと箱に入らなかったので、また別で衣装ケースかなんかを買おうかなって思うんですけど、基本的にはこれ全部スムースニット。これは違うな。これはダブルガーゼですね。これをおそらくコロナでガーゼがすごい品薄になった時よりもだいぶ前に買ったのですごい量あるんですけども、なんか安かったんだと思います。なんでこんなに買ったのか覚えてないですけど、他は全部スムースニットだと思います。これからの季節いろいろ作れそうなのでね、またこれも使います。はい。で、こちらですね。これはちょっとね一緒に入ってたんですけど、ドール服には使えなさそうな服、季節物のこういうハロウィンとかのね柄とか、インテリアクッションとかに使うような布地だったりとか、あとはこうキルトですよね。こういう布もちょっと混ざってたので、この辺はまた別管理をしたいと思います。で、最後ですね。こちらは端切れなんですけど、ちょっともうドール服1着分は取れないかなっていう感じの、もう結構使った布たちになりますね。これはせっかくなのでね、帯津11に使うか、シュシュとかに使うか、ちょっとまた考えたいですけど別にしておきます。で、こちらまだありましたね。
こちらは一見ちょっと普通の布なんですけど、おそらく全部100均で買ったと思います。なのでちょっと目が粗いんですよね。なんでまだねドール服作り始めたばっかの頃に100均で結構買ってたんですけど、ちょっとドール服には向かないので、これもちょっと避けておこうかなと思います。とはいえね、何かに使えるので、髪飾り作ったりとか、ポポちゃんとかの大きめのお人形のお洋服ならいいかなと思うので、またちょっと別にしておきます。で、こんな感じで一応分類がし終わったんですけれども、当初の目的だった白い透け感のあるレース調の布がね、絶対あったんですけど、結果ないですね。ないので、どうしよっかなって思うんですけど、ガーゼで作ろうかな。ね、ガーゼのエプロンもね、素朴でいいかなと思うので、ちょっとエプロンは今回はガーゼで一回チャレンジをしてみて、ダメだったらまたちょっと考えます。あとはこの端切れたちもね、何かに使えないかなっていうのも考えてみたいと思います。ということで、目的の布は見つからなかったので、ダブルガーゼを使って今回はエプロンを、前回ねこちらのワンピースを2着作りましたので、エプロンも2着作りたいと思います。で、ブライススタイル着せ替えソーイングブック、今回もこちらの型紙本からエプロンを制作していきます。布の方はねもう裁断をしてありますので、ザクザクっと塗っていきたいと思います。エプロンの形そのものとしてはそこまで難しくない、多分普通にワンピースとかのもうちょっと簡単版なのでそんなに難しくはないんですけど、いかんせん今回素材をダブルガーゼを使ったので、そこの縫いにくさっていうところと、割と今回の私の中でのネックはリボンを結構多用したデザインだったので、リボンをつけることそのものはそんなに難しくはもちろんないんですけど、どうしても最後着せる時にリボンを結ばなきゃいけないというところがあんまりリボン結びが上手じゃないので、そもそもリボン付きの型紙ってそんなに選んでこなかったんですよ。なので、ちょっとそのリボン付きっていうところが強いて言うとネックなんですけど、今回はね、このワンピースに合うエプロンにしたいっていうのもありますし、実際にやっぱリボンをたくさん使ってると可愛いんですよね。それは間違いないので、もう今回はちゃんと型紙本通りにリボンを3箇所、いや違うな、腰のとこと背中のところに2個と、あとは肩紐のリボンですねという形のエプロンを制作します。と言いつつちょっとね型紙本とは制作の順番とか形を若干変えてるので、その通りにはちょっと作らなかったんですけれども、そこはちょっとね布の材質が違うということでアレンジをして制作をしました。ちょっとね、あとダブルガーゼだったので、もともとこれも得意じゃないんですけど、ポケットがこう綺麗な半円型っていうんですかね、形にならなくて、そこもちょっといびつになっちゃったんですけど、出来上がってみたら割と可愛い感じに仕上がったんじゃないかなというふうに思います。で、今回も前回モデルをしてくれたレディングレディルーシーちゃんとシーセーラーシーちゃんの頭皮を変えてる子ですね。この2人でそのままエプロンも着せていきたいと思います。で、ここからちょっと早送りでねお届けをしますけど、このエプロンのねリボンを結ぶというところがで、ちょっと今回あんまり紐の長さも調整してないですので、若干長めの切り方になってるんで、結構紐がぴょんぴょんとした感じにはなってるんですけど、やっぱ可愛いですよね。バックスタイルが
すごく可愛いなというふうには思います。でこうやって前から見てもすっきり綺麗に着せれてるので、あとは私のリボンを結ぶ技術を向上すればいいのかなというふうには思います。今回型紙とさらに変えて、本来裾の部分にレースがあしらってあるんですけど、それもなしにしました。なのでちょっとドレッシーな服にしては割と質素なというかね、カジュアルなエプロンなんですけど、ガーゼなのであんまりそれにねレースをたくさんつけてもちょっと変かなっていうのもあったので、これはこれでいいのかなというふうに思います。強いて言うとちょっとねこのサテンのリボンがガーゼだとテカテカしすぎちゃうのかなというのがあったので、また次作る時はこの辺また布とかを変えてね再チャレンジをしてみたいなと思います。今回はブライススタイル着せ替えソーイングブックからエプロンを制作しました。ではまた次回の手芸部でお会いしましょう。